本日は甲春窯を紹介させていただきます。私はズジュネホテル京都のブリタニと申します。ズジュネホテル京都は東山の清水寺の近くにありまして、こちらの甲春窯もそちらの方の南の方の日吉町にあります。ではご紹介いたします。おはようございます。こんにちは。ようこそ。はい、よろしくお願いいたしよろしくお願いします。ます。今日ご紹介いたします。こちらは、高島真一先生。で、甲春窯の何代目でしょうか。私3代目になります。はい。もともとどなたが。私の祖父、おじいさんが、1943年に、この場所で窯を開いたのが最初です。はい。もう3代目ですね。はい。で、この辺りには非常に窯が多いけれども、やっぱり清水焼は有名なんですけれども、なんでこんなに盛んできましたか？もともと清水で作られてたんですけども、だんだん投稿も増えてきて場所がたくさん必要だということで、約今から120年ほど前、大正2年なんですけども、に、初めてこの地に投稿がやってきたという、書物が残ってまして、その時代ってやっぱりこう薪でこう窯を焚くんですよね。こう坂の傾斜を生かして下から火をつけてこう上り窯って言うんですけど、ずーっと上に火を上げていくっていう。でそれを大きな窯を何基か作って、みんなで共同で窯を焼いてたんです。その名残でこうたくさんの人が今でもこの地で焼き物やってるようになってます。で今はどんな感じになってますか？今はねこう昔みたいに共同窯っていうのはなくなって、それぞれ近代的な設備を入れてますので、うちに関してもこう電気の窯が並んでたり、こうガスの窯があったりで、それぞれがみんなこうアトリエなりスタジオなりで窯を作るようになって持つようになってます。で、この大きいのとちっちゃいのが親子みたいですよ。これがガスの窯で、開けますね。結構大きい。こんだけのサイズの窯がうちにはあります。でこれは、向こうは電気ですけど、ガスがここからバーナーから火が上がってきます。で左右から火が上がってきたものがこの天井のカーブに沿ってこう流れていってこう下に降りていくと。こういう火の流れで煙突から抜けていくという構造です。で特に暑いところとかでも、より低いところでもありますか？一般的にはこう窯の上がよく焼けると言われてます。で下に行くほどこう上がってきた火がこの辺にピークを迎えて下がって降りていくので、これが実は温度が、10度低いになることが一般的です。ここをきっちり同じ温度で焼くような工夫はそれぞれの人がしています。で最後の質問ですけど、これは結構大きいのだから、一気にどれほどの作品作られますか？その作品のサイズによるんですけども、例えばこちらのカップみたいなものでしたら、1回の窯で504個入ります。すごい。たくさん作ってらっしゃると思いますので、作品を見せていただけますか？こちらの部屋、作品並んでますので、よかったらどうぞお入りください。もう入って鮮やかっていう感じがしますね。これはこちらの穴は結構目を引きますけど、これはどうやって作りますか？お皿を作った後に一つずつこう丁寧に手で穴を開けていきます。それはどれくらいの時間かかりますか？一つの皿。そうですね。でも全部言っても2時間ぐらいですかね。それだけ。パキッて言ったら終わりですから。途中で。なんかいろんな色を見ていたら、こんな鮮やかな色からより自然に見えるような色とかまでいろいろあって、あとなんか気になった作品、このような金がついてますね。これはね、金と釉薬を混ぜて焼き付けてあります。そう焼く前につけるってことね。これは日本酒に使いますね。そうですね。日本酒を入れていただいてこう、召し上がっていただく器になります。楽しい。あと先生、これ気づいたんですけど、こ
これについてもう少し説明していただけますか？伝統工芸士という認定資格なんですけれども、はい、これは国の方が定めている資格で、12年以上のキャリアのある職人さんたちが、2年に1回なんですけど、実技試験と学科試験、はい、学科試験は伝統的工芸品に関する法律についてのとか専門知識の試験があって、それをパスするとこういう伝統工芸士という資格というか称号がいただけます。はい、これは、伝統についてよく詳しいとかできる証明ですね。そうですね。そういう、はい、他にそれとは違うような認定証でもありますでしょうか？向こうなんですけど、これは京都市京都市からですね。認定していただいた未来の名称という未来の名称、中にそういう名前がついてるんですけども、はい、これから先の次の時代を頑張って担っていくみたいな人を、応援しましょうみたいな趣旨で作っていただいた称号で、これも数年前にいただきました。そうですか。ということは、例えば清水焼みたいなものは400年ぐらいの歴史を持つ伝統の工芸品なんだけど、未来に対してなんで未来という言葉が入れてあるんですか？今おっしゃった400年前っていうのは400年前にものすごいエポックな出来事があって、それがすごく世の中で受け入れられて、それ400年経った僕たちが振り返って伝統って言ってるだけで、我々が今の時代に合わせてものを作ることが、今新しいものを作ることが、例えば100年先の人たちが振り返って100年前の焼き物がこうだったああだったって考えるのは伝統だと思うので、そういったことで未来につなげていこうということです。そうですね。ということは伝統のものを現代に使うように工夫してやって、ということでやはり10年ホテルの中でも、そういう湯飲みからコーヒーコップまで、いろいろオリジナルで作っていただいていますので、それをもう少し紹介していただけますか？ジュネホテルさんでお使いいただいているのはこういったイッチンという非常の技術を使った、ちょっとシンプルでモダンな焼き物を使っていただいてます。じゃあ私特に好きなのはこの肌触り。持つとやっぱり物を意識することにはなってますね。粘土を盛り上げて絵をデコレーションするテクニックなんですけども、いわゆる一般的な絵付けと違って粘土を盛り上げてる分だけ手触りが少し独特なんですね。この我々が作った息吹というか手の跡を感じていただけるような少し柔らかい手の、手触りを感じていただければいいなと思って作ってます。でその作り方は向こうの方に工房がありますので、工房で少しご説明させていただきます。お願いします。じゃあ工房どうぞ。こちら工房になってます。どうぞ。普段こちらの方で作業をしてます。京都の窯はほとんどこれぐらいの大きさですか？いえ、もっと小さいところも大きいところもありますけども、小さいところのが総じて多いと思います。普通の住宅地、いわゆる普通の家ですよね。家で玄関ガラッと開けるとそこでお父さんルクロしてるみたいなよくありますね。で特にこの辺りには窯が多くて、でも外で歩いていたらもう住宅だけに見えて、看板曲がってないところがありますんで、そういったところの方が多いと思います。でその京都のその狭いところをやる特徴の一つが、作業するときにあぐらをかきます。あぐらですね。お坊さんが修行するときにこういう足を膝を折り曲げて、一般的には椅子でするんですけども、なんでこんなことするかというと、今これろくろで皆さんご存知のろくろですけども、これで蓋をするとここで同じ場所で違う作業も複数の作業が小スペースでできるので、伝統的にはあぐらをかくことが多いです。でちょっとろくろやってみますけど、これ皆さんテレビなんかでご存知の、私も普段ここであぐらこういう形であぐらをかいて、やってます。で簡単に作ってみますね。何作りましょう。何でもいい？いや、何でもよくないですもう言われて勝手にやってますけど、ちなみにちょっとお茶碗を作ろうかなと思って。じゃあ茶碗で。すいません、勝手なことで。少しずつ
整えていきますね。整えていきます。伸ばしていきます。今日はデモなのでちょっと簡単に済ませますけども、これは時計回りですね。そうですね、素晴らしいところに気がついてくれはりましたね。こうで京都は全部じゃないですけど、時計回りこういうふうに、はい、こう回ってるとこが多いです。で、なんでこんなでね、地域によったら半時計回りのとこもあります。はい、それは、中国大陸から焼き物の技術が伝わった地域は時計回りです。そうですか。韓国とかの朝鮮半島を経由したところは逆向けに回ってます。一般的に針なんかは多分逆やと思います。今人によっていろいろなんですけど、でこの土はどこからですか？土の工房に関して言いますと、兵庫県の伊豆市はい。っていうところにと、九州の有田ですね、有田焼の有名なところの土をブレンドして使ってます。はい。で大体、伊豆市の土が、土とか時期です。伊豆市の時期が8に有田が2ぐらいの割合でミックスしたものを使ってます。今何気にありましたけど、最後にこの皮を当てるんですね。この鹿の皮ですけども、これをこう当てることで口を滑らかに、口元を滑らかにします。はい。これで一応完成ですね。こんな感じで、こんな感じです。早かった。ありがとうございます。ちょっと簡単にやったんで、もうちょっと頑張ってやらないといけないんですけど。なんか茶碗にしてはちょっと大きい感じがしますけど。そうですね、はい、焼くと大体 15% ほどちっちゃくなるので、思ってるサイズより一回り、イメージで言うと一回り大きめに作るのが基本ですね。はい。これも粘土によっていろいろで、もっと縮むものもあれば縮まないものもあります。なるほど。で、この形を作った後に、先ほどご覧いただいた一鎮という表面のデコレーションの過程があるので、はい、それは、こちらの方でやります。じゃあもうすぐ焼く前に。そうですね、はい、作ってすぐにはもちろんふにゃふにゃはできないですけど、はい、少し乾かして、はい、形を整えた後に、で私はここで、これもあぐらなんですけども、ここは普段あぐらをかいて、こういう形で一鎮をします。はい、実際やってみましょうか。これが一鎮する道具です。はい。この袋に、粘土のこの泥を、こういった泥をマヨネーズぐらいですかね、はあ、の硬さにした、粘土を水で溶いたものですねを袋に入れまして、はい、これがピューッとこういうふうに絞り出して炊いていくと、こんな感じで。早い。これはどの模様ですか？ごめんなさい、これね、七宝っていう柄で輪を描いていくんですけどね、これ半分ずつ描いてますけど、はい、輪がつながるとか、こう模様が途切れないとかいう、そういうことなのを象徴してる柄で、子孫繁栄とか縁がずっとつながるみたいなイメージ、意味合いのある柄で、できるとこういうふうになります。これはジュネのプレートからコップまで急須まで。そうですね、この柄を描かせていただいてますね。ホテルに来られたお客様たちの縁がつながったりとか、また次京都に来た時にみんながつながっていけばいいなっていう思いを込めて、この柄を描かせていただいてます。ありがとうございます。はい、せっかく来はったんでやってみます？私ですか？ちょっとやってみます？自信はあんまりない、あんまり上手にやらないでくださいは冗談ですけど、はい、僕の立場がないので、空と飯なのであぐらかくのはちょっと難しいと思うので、はい、椅子に座っていただいて、せっかくなのでちょっとトライしてみてください。はい、もうすでに線が書いてあるので、それは助かります、ね。上手にできたらこれ商品に使います。プレッシャーかけます。そうですそうです。でグッと少し力を入れて握っていただくと、はい、出てくると思いますんで。はい。いきます。はい。もう手が。ここまで来て。それ。そうそう。で、この下を頂点で、そうです、半分っていう感じです。半分、そうです。半分ぐらい。はい。で、この中は
まあ石型みたいな、はい、うーんせっかくならもう一つ書きます。はい。これは誰でも体験できますか？そうですね、あらかじめご予約いただければ、はい。せっかくの機会で、もう別に好きながら書いていただいてもいいので、はい。はい、で焼いて記念にお送りはさせていただきます。はい。この模様は、まあ、誰でも習ってできる、はい、先生の好きな模様ですか？これですか？好きな模様っていうか、これはそうですね、僕この模様好きですね。はい。別にこれに限らず好きなように書いてもらったらいいんですけど。はい。いかがですか？だんだん上手なんですけど、最初の緊張してたんからゆとりが出てきて、初めてにしては書けてる方だと思います。線の太さ最初揃わないんですよ。はあ、はい。これを揃うのにやっぱり何年か修行というか練習というかしていただかないといけないんですけど、でも最初の終わりには震えるのは仕方ないです。どんな人でも震えますから。はい。自転車と一緒です。そうですね。はい、先生は結構上手ですね。ありがとうございます。そう言っていただけるとはい励みになります。はい、はい、頑張ります。明日からも。もういろいろホテルのために綺麗に作っていただいてありがとうございます。それはもうもちろんです。はい。じゃあぜひこれからもどんどんホテルの中でも先生の作品を、はい、楽しく使っていただきたいと思いますので、それが一番ありがたいですね。はいはい、ではまたぜひ皆様ズジュネホテル京都で実際に使っていただいて手に取ってあるいはまた更新側に来ていただいて実際に体験していただけることをお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。